オーストラリア一周旅の相棒ハイエースをついにゲットし、アデレードを出発します。ガソリンを満タンにして次に向かう目的地は大都市シドニー。約1400キロ先の目的地に向けてひたすら何もない大地を進んでいきます。しかし広大な大地で AI に監視されているという驚愕の事実。今回も大冒険始まるでー。アデレードに滞在して今日が5日目の朝になります。短かったな。満タン入ったけどさ、なんぼしてんのこれ。1リッター約190円ぐらいかな。たっけ。バイバイアデレード。一応距離が約1400キロで時間が14時間半ぐらい。まあ遠いな。これからの予定はまず大陸を横断してシドニーまで向かって、その後北上してサーファーズパラダイスに向かっていきます。日本でいうとだいたいどれぐらいの距離になるかっていうと、鹿児島市を出て東京に入るのがシドニーを目指す距離。シドニーからサーファーズパラダイスまでは東京から函館の距離に相当します。こいつまたこれ食うてんのかと思った皆さん、正解です。ホテルで食べきられへんかったやつを全部サンドイッチに仕上げていきます。こっからシドニーまでは約3日ぐらいかけて行こうと思ってるんで、1日1個の食事になりますね。生き延びるための食事が完成しました。もういきなり1個目食べてるけど計画性ないように見えんな。大丈夫かこれ。アデレードを出発して1時間小腹を満たしたんで、今自分がどんなところにいてんのかちょっと見てみましょう。郊外になると一般道でも最高速度は一気に上がって110になります。シドニーまではまだ1237キロ。天気がいきなり悪くなって向こうにレインボーが見えてますね。これはオーストラリアの交差点でよく見るラウンドアバウトの標識で、時計回りに運転するんですが、慣れるまでこいつはちょっと厄介っすね。まかり間違っても逆走だけはしないように注意してください。3時間ぐらい走って初めてスーパーが出てきたんで、ちょっと寄ってみます。次一体いつスーパーが現れるかわからないんで、ちょっと店内を物色していきます。運転中の唯一の楽しみ、ジュースを真剣な眼差しで選んでいきます。内陸になればなるほどただでも高いオーストラリアの物価はどんどん上がります。Hi, how are you going? Good. Yep. 一体ここで何を買ったんかちょっと見ていきましょう。 Sure. オレンジジュースが2本とクッキーの詰め合わせですね。日も沈んでだんだん暗くなってきたんで、今日の寝床をそろそろ決めていきます。基本的に夜を運転することはしません。内陸では特にガス欠が怖いんで、タンクが半分になったら満タンにしていきます。ガソリンスタンドまで200キロとかあるからさ、ある程度先に入れとかんと不安よね。Let's go。約400キロ走ってもうすっかり暗くなったんで、今日はここを寝床に決めます。Good morning. 今日はハイエース1泊目の夜
むちゃくちゃ寒い。夜がだいたい7度ぐらいで、朝は雨。うわー、とりあえず歯磨いてきます。寒っ。あいにくここは自主規制になります。寒い。鳥の声がすごいな。うわ、雨足寒っ。よし、出発や。めっちゃ鳥のうんこ落ちてる。わお。来たね。とりあえず行こう。走り出してから大雨になったおかげで鳥のうんこたちは全部きれいに流れ落ちましたね。踏切一旦停止っていう法律はありません。休憩。寝袋2枚持ってるけど、もうマジで夜寒すぎて寝られへんから、ちょっと眠たくなって寝てたけど、全然進まへん。こんなんしてるから。夜は運転したくないからさ、カンガルーとか飛び出してくるけどから危ないやん。これやっぱマットレス買うと下この木だけでも寝てんのが体めっちゃくちゃ痛い。寒くて床硬いからさ、ゆっくり寝れやんから、昼間寝ると進めへんし、悪循環やんけ。とりあえず進もうか。仮眠をした後、しばらく運転をして外を眺めてみると、夕焼け。もう今日終わりかかってるやん。今ここのアデレードを出て、シドニー方面に向かってて、まだ半分も来てないな。これをさ、このブリスベンっていうところ、ここまで行かなあかんねんけど、全然まだまだやんけ、これ。今日初めて街らしき街が出てきたんで、ちょっと休憩してみます。街の地図かな。どんな街が広がってんのかドローンで確認しましょう。見渡す限り大地で全く街なんて認識できませんでした。とりあえず街があれば給油して満タンにしておく。これが鉄則ですね。あと8時間。走ってたらこの看板よく見るんですけど、ストップ、止まって、revive、復活して、survive、生き残れ。ほんまにそういう意味なんか知らんけど、勝手にそう解釈してるんで、お言葉に甘えて休憩します。なんか今日の目的地の町に着い
たで、アデレード出てから一番初めて街っぽいな。ここで思いもよらずいい情報をゲットできたんですよね。今ガソリン満タンにして、ガソスタにいてんねんけど、なんとガソスタにシャワーがついてるから浴びれるみたいなのね。ちょっと行ってみようかな。ただみたい。しかもどうやら店内にシャワールームがあるらしいんですよ。 Where is the shower? Not now. Not anymore. いやいや、15分前に来た時にはシャワー浴びれるって言ってたやん。 I thought you already had shower. Yeah, what time do you close? We close at 10. So, Soon. yeah. Every, like, the petrol station close at 10, you reckon? Not all the others. They got 24-hour station on the road. Okay. It's almost like 2 kilometers. Okay. We'll So, be having shower as well. okay. Alright. Thanks. さっきの店で2キロ先にもガソスタがあるっていうことでここに来てます。ほんならこの奥にどうやらシャワールームがあるみたい。最高やん、シャワー浴びれるやん。早速水圧チェック。体に穴が開きそうなぐらいの水圧やったんで半分ぐらいに絞って使いました。ありがとうございました。あったかくて最高に気持ちいいシャワーありがとうございました。まさかこんなところでシャワー浴びれると思ってなかったですね。この後調べてみるとフューエルマップオーストラリアっていうアプリがあって、 iPhone でも Android でもどっちでもダウンロードできるんですけど、これがめちゃくちゃ便利で、ちょっとこれ見てもらっていいですか。ガソリンの値段もわかるんですけど、これシャワーがついてるとこ検索できるんですよね。これはめちゃめちゃ便利で最高のアプリ見つけました。後ろに見えてるのがさっきシャワー浴びたとこで、今日はここに車止めて寝たいと思います。昨日死ぬほど寒かったからちょっと靴下履いて、でこれ枕もなんやタオル詰めて作って、今日は寝袋きっちり入っていこうと思います。昨日ほんま寒かったからな。なんか布団買わなあかんわ。よし、ほなねみんな。Good night, bye. Good morning. ああ、めっちゃ寝た。また夜ほんま寒かったな。雨が降って。よし、よいしょ。OK。とりあえず今からシドニーのちょっと手間のとこまで行ってみようかな。まずしばらく走るとトイレが出てきたんで、内陸のトイレ事情どうなってんのか紹介していこうと思います。ちなみに未成年者は大人が同伴でないと中に入ることもできません。綺麗か汚いかは人によってそれぞれ意見があると思うんですけど、とにかくこれね、中5メーターぐらいあるんでめちゃめちゃ深いんで、子供はめっちゃ危ないですね。オーストラリア全土に張り巡らされた AI カメラ、スピード違反、信号無視、一旦停止違反はもちろん、運転中のスマホの所持やシートベルト違反なども確実に AI で検知されます。しかも祝日に違反すると罰金が倍になるペナルティも待ってるんで、ほんまに気をつけた方がいいですね。
気づいたらですね、いつの間にか内陸の大地は終わって町に出てきて、ついにねマクドを発見したんですよ。この3日間まともなものも食べずにひもじい思いしてきたんで、せっかくなんで好きなもの食べてやろうと思います。まず1つ目はダブルマックチキン、2つ目は定番のチーズバーガー。単品で頼んだ2つのバーガーの合計が1400円。やっぱ高いよね。レシートが引換券になるから持っていこうと思って見たら、まさかの白紙。カウンターで事情を説明しようと並んでると、この前のねおじさんもレシートが白紙で出てきたみたいで、同じトラブルに遭ってますね。And mine is the same. Ah. Yeah, nothing. What was your order? I ordered it double chicken and cheeseburger maybe. Is the cheeseburger meal in the meal? It's not a meal, on its No, own. on its own. Yeah. So a Double chicken burger double and chicken yeah, and a cheeseburger. 20歳の時オーストラリアで初めて入った店がマクドで、その時セットで注文したドリンクが入ってないことに気づいたけど、英語で何て言っていいか分からへんかったから諦めたん思い出したわ。さあどんな感じ？なんかはみ出してて、なんかもうぐちゃぐちゃなってるけどさ、まあまあうまそうやな。うまい。久しぶりにあったかいもん食べた。3日ぶりかな。幸せ。ここからシドニーの街中までは車でだいたい2時間、もうほとんど街中に近づいてきてますね。なんか生えてる木の種類変わりましたよね。バサストっていう街の手前やけど、なんかこの辺どうやら雪が降るみたい。なんかそんな看板があって、今はまだ秋やから降ってへんけど、冬になったら降るみたいですね。なんしかなんかもうめちゃくちゃ寒いこの辺マジで。気づけばもう日も沈んで真っ暗になってシドニーにまだ向かってるんですが、夜は動物の飛び出しも多いから、ここ110キロなんですけど、もう80キロぐらいで走ってますね。街灯も1個もあらへんから道の先が全く分からへんのですよね。こちらの写真、もうお気づきの人はいるかもしれないが、手に確実にスマートフォンを持っていることがわかる。運転中および停車中のスマートフォンの操作を禁止されていることはよくわかっている。そして詳しく調べてみると、こんなことが判明した。スマホの使用不使用にかかわらず、そして電源のオンオフにもかかわらず、運転者の身体に触れていることだけで違法となる。先日法廷でこんな内容の事件が争われた。ある日車を運転していたジェシカ仮名はいつものようにスマートフォンをブラジャーの中に入れて運転していた。そしてある交差点に差し掛かった時、闇に潜んでいた AI カメラがスマートフォンを検知したのだ。ここでブラジャーの中にあるスマホは所持とみなされるのかどうかが争点になった。判決は有罪ということで幕を下ろした。ところ変われば法律も変わるということで、これから先しっかり法律遵守していきたいと思います。今回は申し訳はありませんでした。すごいな。無理全然無理よ。俺いける気がする。ついにね、
シドに着きました。ほんで今どこにおるかっていうと、これ K マートって言って、日本で言ったらなんていうんかな、港南、ニトリ、まあなんかそんな感じで、なんかいろんなもん売ってるところがあって、でここ最近ちょっとベッドで寝てないから、空気入れて寝るベッドちょっと見ようかなと思います。ぐちゃぐちゃ、やば、何これ。ここの店は珍しく24時間営業っていうことで営業してるんですけど、ただね、店内の中の雰囲気がちょっと荒れてますよね。日用品やキッチン道具、子供のおもちゃ、あと衣服とか寝具、家具や雑貨とかも売ってたりして、生活するには揃わないものがないって言っても過言なぐらい何でも置いてますね。さらに K マートが特徴なのは安いんですよ。この物価の高いオーストラリアで物の質はそこそこやけども、役割はしっかり果たしてくれるんで、僕は K マート大好きっすね。今回一番欲しいエアマットレスのコーナーに着きました。ベッドを買ってきました。ちょっと今からやってみますね。なんかもうポンプが入ってる。これ5分ぐらいで意外と簡単にできました。やっと柔らかいとこで寝れるわ。こっちがちょっと目隠しにね、今買ってきた推しピンで目隠ししてタオルで、ここ明日の10時までには出やんと罰金やから、早めに寝て明日に備えたいと思います。ということで皆様、Good night. Good morning. 寒っ。もっとあったかいとこ行きたい。とりあえず起きよう。今9時です。